こちらの井戸なんですけども、吸い込み口に穴が開いていまして、その穴に不織布ですね、農業用の不織布を巻きつけてるんですよ。でもうちょっと、水を出してみますけども、ちょっと皿を置いて、見えるかな。ほら、砂がね、ちょっと映ってんの見えるかな。組み上げちゃってるんですよね。で、今回ですね、こちらを注文しました。シルクスクリーン、T シャツ作る時に使うメッシュなんですけども、これ180番、180メッシュですね。細かさ的に言うと。これで、砂がせき止められるかどうかっていうのをちょっと実験してみようと思います。まあまあせき止められてんじゃない？でもちょっとどうなのこれ。ちょっと漏れてる気もするけど。一応こんな感じで、砂せき止められてるんですけども、これすり抜けてる砂もあるよね。ちなみにね、こっちの先っぽにつけてるフィルターは250番ですね。で、250番だともう全然砂入らないから、今回、もうちょっと番手の粗い180番でやってみたんですけども、まあ大丈夫そうな気がします。はい。いいか。これですね。こんな感じで、不織布を巻いてやってたんですけども、どうも砂が入るみたいだから、今度は先ほどのスクリーンメッシュ180番を巻いていきます。見えるかな。砂入ってるね、これ。なんだこれ。180番じゃダメかな。ちょっとがっかりだな。はい。あれから1ヶ月以上経ったんですけども、新しいメッシュが届きました。で、今までは150メッシュだったんですけども、今回は250メッシュを使ってみようと思います。まあ、よりきめ細かいってことですね。こっちが250で、こっちが150なんだけども、あんまり変わる気がしないけども、どうなんだろう。あ、でもこっちの方がきめ細かいかな。このマイクロな世界だからわかんないですね。見えるかな。150メッシュのね、やつだと微妙にやっぱり砂残るんですよね。この角度が見えやすいかな。砂微妙に残ってるでしょ。で、これを250メッシュは
どれぐらいせき止めてくれるのかっていう実験なんですね。ほら残ってる。で次は250メッシュでやってみます。これでせき止めてくれたらもう完璧ですね。いい感じですよ。ほらほぼせき止めてないですか。ほとんど入ってないです、砂。やっぱり250メッシュじゃないとダメなんだな。でこちらがですね、先ほどせき止めたメッシュなんですけども、ほら砂が、ほらしっかり砂キャッチしてますよ。やっぱ250なんだな、九十九里の細かい砂だと。はい、わかりました。じゃあね、250で今度やってみようと思います。いや木があるとありがてえな。いやそれにしてもこれでもね砂通すんだな。いやはや。でもちゃんとこんだけ巻いてりゃそんな中の方までは侵食してないわけだな。やっぱ細かいのは来てる。はい。よいしょ。どうでしょう。微妙に砂入るな。なんでだろう。もしかしたら手押しポンプで組み上げてるのが原因で砂が上がってきてる可能性があるんですよ。以前プロに掘ってもらった井戸があるんですけども、その井戸は手押しポンプだと砂を結構組み上げるんですけども、電動ポンプだと全然砂が上がってこないですね。おそらく手押しポンプの上下運動だとこうギュッギュッってこう勢いよく上がってくるじゃないですか。で砂も勢いよく吸い込んじゃうっていうことだと思うんですよね。だけども電動ポンプだとこう回転の力でギュインって上げるわけだから、組み上げも滑らかなんですよ、手押しポンプに比べて。だからもしかしたら電動ポンプで組み上げれば砂が上がってこないんじゃないかなと思って、試しにやってみました。けど水を電動ポンプで汲み出してるんですけど、水量はいいんだけども、砂が入るんだよね。こうやって白いお皿に水を入れるとよくわかるんですけども、うっすらね砂が入るんですよね。ちゃんとフィルター巻いたと思ったのにな。でフィルターの目がもしかして粗いのかなと思ったんですよ。でちょっと実験してみた。これ250番のフィルターなんですけど、これをかぶせて白いお皿にねこういう風に水を開けると、そんなに砂全然入んないですよね。ちょっと見てもらうと分かるんですけど、砂ほとんど入ってないっていうか全く入ってない。ということはこれフィルターの巻き方が甘かったか、もしくは VU50 管がちょっと途中で接合が甘くて砂が入っちゃってるとか。はい、塩ビの穴開けをしてでバリを取りました。でこれを、今度接着していきます。まずは底蓋をつけていきます。以前はねこの底蓋
3ミリぐらい穴を無数に開けてたんですよ。でも今回は、穴開けずにそのまま蓋を閉めたんで、そこから砂が入ることはないですね。その分流量は下がると思うんですけども、でも大丈夫かなと。6メートルも掘ってるし、この脇からの穴だけで十分でしょう。じゃあ次はね、こちらの取水部分のパイプと、この4メートルのパイプをつなげていきます。これですね。まずはこちらの防水ブチルテープを貼ると。でここと防水ブチルテープ両面、防水ブチルゴムテープか。なんだこれ。くっつける。レイドの唇で優しくくっつけるみたいな。いや、もうとても慎重にやってますね。今くるくる回すと。でかずちゃんが張りながらやってくれてます。このブチルテープの意味は、こことここを両端止めてぴっちり貼りやすくするっていうのもあるんだけども、この両端を止めることによってこっからの砂の侵入も防げる可能性があると。こう入ってきたやつがこっちからもこう砂が入ってくる可能性があるけども、ここの両面テープで防いでるということなんですね。であとはこれをくるくる巻いていくと。くるくる巻き、はい、こんぐらいで切ります。昔の動画見かしたら、ここをこう締めるときにさ、こうグリグリグリってやって、でこうやって締めると。グリグリをね、前回怠っていた。ググググって引っ張ってこう締め付けると。であんまりこれ締め付けをねやりすぎるともげるから、適度な締め付けでということですね。でさらにここからもね、こうなんか砂入ってくるんだよ。だからここのね、もう完全にここテープで止めちゃう。これ防水テープ。ここの違う、逆テープで止めます。厳重にね、砂が入らないように巻きました。ここも、ちゃんとテープで留めて、でこっちもねこうキャップをかぶせて、キャップっていうか布をこうかぶせてね、これで多分大丈夫。これで入ったらもうどうしようもない俺にはお手上げ。何本入ったこれ。見えるかな。砂入っちゃってます。けどこのフィルターでやれば分かりやすいか。こんな感じでフィルターつけるじゃないですか。やるとこのフィルターに砂がねどんどん溜まってくるっていう。おかしいよね。ちゃんと下の方でフィルター巻いたのになんで組み上げちゃうんだろう。あんだけがっちり巻いてもダメなのかな。ほらこんな感じで砂がね溜まってるんですよ。缶を引き上げてみました。そしたらね全然綺麗なんですよ。特に上の方なんか全く砂が入ってる気配がないですけども、下の方ですね、こっちがねちょっと砂が溜まってて、この下の処理を下手にしたせいで侵入してる可能性があるよね。
下のビラビラ取っ払っちゃおうか。これでもう一回ちょっと様子を見てみます。今度はねもう徹底的に、砂が入らないようにしました。やっぱりここのね布の継ぎ目っていうんですかね、こっから入るんで、もうここはブチルゴム両面テープをピーって貼って、もう隙間埋めて、で、こんな感じで針金で縛って、この感覚でね、でさらにその上からこう螺旋状に巻いて、さらに戻してっていう、こんだけ頑丈にやって、でまだ砂が入るんだったらもうお手上げですよね。とりあえずこれで砂は止まると思う。よっしゃ、いい感じじゃん。いや、長いこと水出してるんですけども全然砂が切れないですね。多分フィルターのどっかから砂が入り込んじゃってるんだろうな。こうやってね、ほらメッシュ当てると分かるんですけども、砂結構ほら入ってるでしょ。これじゃダメだよね。いや大変だ。またやり直しか。はい、ということで今回は水を汲み上げる工程を動画にしたんですけども、意外と井戸を掘るのっていうのはね簡単に掘れるんですよ。でその後の汲み上げがいかに大変かっていうことですよね。これだけ試行錯誤しても砂を汲み上げちゃうっていうね、もう半分ノイローゼになりかけてましたよ。なんでねここまで、砂が入らないことにこだわってるかというと、うち太陽熱温水器を使ってまして、でその温水器の中に砂が入るのが嫌なんですね。温水器一応ばらせる構造になってるんで、砂が入ったらばらしてきれいに砂取ってまた組み付ければいい話なんですけども、めんどくさいじゃないですか。だからなるべく砂を入れたくないなと思って、ここまで神経質になってるんですけど、ちょっといい加減ノイローゼになってきたんで、ちょっと自分一人の力では無理だなって思いました。で次回ちょっとね、小屋暮らしの師匠である松野さんに来ていただいて、でちょっとアドバイスを受けながら作業してみようと思います。